変則メカ自体はバラバラにしないので、あらかじめ承知願います。さばいていく。レバーの取り外し作業を始めますが、メカを露出させるだけなら必須ではありません。作業ハードルはレバーの着脱が最も高いので、必要な人だけ外してください。向きを覚えておきましょうね。ここ少し硬いです。これ以上は分解しません。元に戻していく。ケーブルの位置に注意しましょう。仮締め。本締め。向きに注意。
リターンスプリングの折れ曲がった端をフレームの穴に引っ掛けます。おっとつけ忘れ。でもこのネームプレートは傷つきやすいので一番最後につけた方がいいかもしれませんね。ブラケット側にリターンスプリングの端が引っかかるように注意する。マニュアルでは専用工具を使うように指示されています。これただのスプリングピンでは無理そうなら買ってこようと思ったけど普通にできたので買ってません。向きに注意。リターンスプリングの反発で穴の位置がずれるので手で握りしめながら叩き込んでく。指を叩かないように。リターンスプリングが機能するか確認。微調整。ここネジ穴の角度が分かりにくいので少し注意です。マニュアルによるとブラケットカバーの取り付けが難しいときはアルコールを塗布すると良いそうです。今回はシリコンスプレーを使っていますが後で滑りすぎて良くない可能性ありますね。